世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストとして掲げております。はい、タカと申します。今回は石付きトロルの近接戦闘面ですね、作成していきたいと思います。石付きと呼ばれる生物はですね、自然界でもごく稀に発生することがあるんですが、このステージに登場するトロルたちはね、敵国白ナの非人道的な人体実験によって人工的に生み出された悲しき生命体です。大地エネルギーメイを過度に浴びせられ続けることによって巨大化し圧倒的な力を手に入れるんですが、その代わりに体の内部から石が皮膚を突き破って生えてくるという呪いにも似たデバフを受けてしまっています。おそらく実験の過程でね、拷問のような作業も経てきたのでしょうか。このステージに登場するトロルたちは白ナ側のね、命令を聞いて動いているように見えます。というわけで今回はそんな悲惨な運命の上に成り立つ石付きトロルたちの戦闘部分ですね。特に近接戦闘の部分にフォーカスして作っていきたいと思います。それでは早速いってみましょう。トロルの戦闘方法についてなんですが、大まかに方針の方を決めておりまして、まずプレイヤーが遠距離にいる場合ですね、はこちらのモーションを使用してですね、地面から岩を削り出してそのままぶん投げてくるという、いわゆる砲台のようなね、マップギミックとしてゲームシステムにね、組み込んでいこうと考えています。ただ今回はね、近接戦闘部分をメインで作っていきますので、この砲台としてのトロルっていうところに関しては、後日ね、また動画にしたいと思います。で、近接戦の方の方針なんですが、他の敵たちと違うシステムとしてね、常時アーマープラスアーマーブレイク方式というものをちょっと作成していこうかなと思います。このゲームはですね、すでにスーパーアーマーの仕組み実装済みなんですけど、基本的に攻撃モーションの一部にこんな感じでね、フレームを指定してスーパーアーマーのテープを貼り付けることによって、そのテープが貼ってあるフレームの間だけ攻撃を受けてもひるまなくなるというような仕組みになっております。アーマーで攻撃を受け止めた場合はね、専用のダメージ SE とダメージエフェクトが再生され、さらに加算モーションって言うんですけど、実行中のね、技のモーションは再生したまま、プラス追加でね、体がちょっとビクンとなるような、アーマーで耐えてますよ感を演出するようなちょっとしたモーション、加算モーションが再生されるようになってます。今回のトロルではね、このスーパーアーマーフラグを常時付与することによって、基本的にはね、ひるまない敵として作り上げていきます。そしてもう一つのアーマーブレイクという方式なんですが、これはですね、アーマー効果が発生した時にスタミナが減っていくようになってますので、このスタミナをね、全て削り切ったら、アーマーブレイクが発生して、こんな感じのモーションを使ってね、片膝をついて倒れ込むと。で、そこから先スタミナが回復しきるまでは、殴り放題になるといったものをゴールとしてね、制作の方を進めていきたいと思います。で、制作前のね、現段階ですでに発生している問題点っていうのがいくつかあるんで、まずそれを整理しておこうと思うんですけど、移動モーション中はスーパーアーマーを付与できないという問題があります。これに関してはね、プログラムで追加実装すれば問題なくね、移動中もアーマーつけれるようになると思うので、これは後日対応とさせてもらいます。なので今回は基本的に攻撃モーションの全フレームにアーマーを貼り付けていくっていう感じですね。そしてもう一点がアーマーブレイクが発生した時に特殊モーションですね、膝をついて倒れ込むというようなモーションを再生するという仕組みがまだできてませんので、一旦既存の共通システムをそのまま流用していきます。共通システムでスタミナをゼロにした時にどのような駆動を取るかというと、スタミナ切れ中はアーマー効果が一切発生しないというような作りになってます。なのでこれをトロルに当てはめると、ブレイク後は普通の小型の敵とかと同様にひるむようになって、しかもコンボもね、通常の敵と同じように入れ放題になるというような感じですね。この見た目はね、これはこれでなんというか他のゲームではあまり見ないような見た目になってますので、もしかしたらね、これを正式採用するのもありかもしれないんですが、一旦今回はね、この共通システムのままちょっと作っていきます。ではトロルのメインとなる攻撃技2種類からちょっと作っていこうかと思うんですが、その2つがこちらですね。1つ目がダッシュ暴れ攻撃とでも言いましょうか。のっそのっそとね、走り回りながら腕を振り回すという攻撃になります。これはですね、おそらくトロルの巨体も相まってかなり広い攻撃範囲を持つような技になりそうですね。ちょっと他の敵とのバトルだとなかなか見ないような絵面が期待できそうなので、これはね、メイン級の技に仕上げていきたいと思います。そしてもう一つがこちら、地ならしですね。この地ならしという技に関してはプレイヤーだったりとか他の敵とかも使ってくる攻撃ですでに作成したことがあるんですが、地面をね叩きつけることによって衝撃波を発生させると。そしてその衝撃波は地面経由でね攻撃判定出しますので、ガードを構えていたとしてもそれをかいくぐってね攻撃してくるというようなガード貫通の属性を持っています。その代わり地に足をつけているものにしか効果がないため、ジャンプすることによって回避しながらね攻撃することもできるという
いう、つまりうまく見切ることができればカウンターで攻撃仕掛けれますよというような感じの技になってます。トロル版の地ならしではね、攻撃範囲をめちゃくちゃ広くしてね、超インパクトのあるド派手な技にちょっと仕上げていきたいと思います。ジャンプ回避っていうね、完璧な回答が用意してありますので、失敗して食らってしまった場合はもうかなりね、ピリッとするような火力出してもいいんじゃないかなと思ってます。ということで、ダッシュ暴れ攻撃からね、やっていきたいんですが、まず最初に攻撃判定ですね、付与していきます。左右の腕に攻撃判定つければ多分いい感じになると思うんですが、これですね、実はよく見ると左腕でしか攻撃してないっぽい見た目になっているので、今回はね、左腕につけていきます。攻撃判定の仕組みに関してはすでにね、制作しているものがありますので、そちらを使っていくんですが、設定項目のところですね、両手と両足からそれぞれ攻撃判定出せるようにすでになってますので、今回はこちらをレフトハンドに設定して、フレームをね、いい感じのところに攻撃判定を並べていきます。実装するとこのような感じになりました。判定自体はね、しっかり機能してるんですが、ちょっとなんだか見た目があんまり痛くなさそうですよね。こんなでかい敵に殴られてるのに、ちょっとダメージモーションが小さすぎる気がします。ダメージモーション、ひるみ方っていうのは、ダメージレベルという概念に紐づいて決定されるようになってるんですけど、ちょっとね、一旦開発用の資料をお見せします。こちらがダメージレベルの中身ですね。レベルって聞くと、数値が上がっていくごとにひるみ時間長くなるのかなっていう風な印象があると思うんですけど、これ実はそういうわけではなくて、一つの値に対してひるみ方、ダメージモーションが一つ決定されるというような仕組みになってます。あとあれですね、ダメージモーションだけじゃなくて、ガードした時のガードモーション、こちらもダメージレベルによって紐づいて決まってくるという風になってます。具体的な数値を見ていくと、例えば1番、これはニュートラルの弱ひるみモーションです。そして2番、3番はそれぞれ左、右から切られた時の弱ひるみモーションとなっておりまして、これがさらに4番、5番となってくると、この辺からね、ちょっとノックバック距離がだいぶ長くなってきます。中ひるみと大ひるみモーションですね。この4番、5番なんですが、実はガードするとね、そこまで大きいガードバックは発生しません。1番から3番までの時と同じガードモーションが再生される形ですね。そして4番、5番にですね、プラス10しまして、14番と15番をちょっと見ていきたいんですけど、こちらはそれぞれダメージモーションは中大のまま、ガードした時のガードバックモーションが大きくなったものという風なバージョンになっています。こんな感じでダメージモーションとかガードモーションをそれぞれ個別でね、ダメージレベルという数値に紐づけて管理できるようになってますので、今回のトロルのこのダッシュ暴れ攻撃にも適切なね、ダメージレベル設定していきたいと思います。おそらく4番とか14番あたりがね、今回の場合は合ってると思いますので、ちょっと設定してみましょう。ということで適切な見た目になったかと思います。かなり痛そうですね。実際のダメージの数値なんですが、これに関してはバランス調整っていう側面もありますので、敵の動きが完全に完成してからね、最後に調整していくことが多いです。極端な話、ダメージ量に関してはね、ゼロでも動きの確認はできますので、今回の動画ではね、ちょっと一定の数値でやっていきたいと思います。ここまで実装してみて、ちょっと個人的に感じたことなんですけど、この技、前進距離、踏み込み距離がちょっと短すぎると思うんですよね。せっかくの突進技なのに、なんかこうなんとなく後ろに下がってるだけで、全然トロルがね、こっちに追いついてこれなくて、普通にかわせてしまうっていう。これだとちょっとね、迫力に欠けると思うんですよね。ということで、このモーションの踏み込み距離、前進距離をね、ちょっと長くしていこうと思うんですけど、ここで忘れてはいけないのは、この調整自体は別にバトルの難易度を上げるためにやるものではないというところですね。あくまでこの攻撃の見た目に合ったね、迫力を演出したりとか、ケレン味をね、増加させるためにやるべきことであって、結果としてね、多少難易度も上昇することにはなると思うんですけど、その付加的な難易度上昇というところをメインにね、フォーカスして調整してしまうと、かなりね、理不尽な感じに仕上がってしまうと思うので、そこはちょっと心に留めておきたいと思います。ゲーマーの方だったらね、カンクヤっていうワード聞いたことあると思うんですけど、これはあれですね、簡単にクリアされたら悔しいじゃないですか。略してカンクヤっていうワードなんですけど、ゲームの作り手側の気持ちをユーザーが揶揄する時とかに使ったりすることが多いネットミームの一つですね。カンクヤ調整されてるなとか、カンクヤ精神極まってるなみたいな使い方することが多いと思うんですけど、このカンクヤっていう言葉自体もね、本来であれば、例えば DLC とかでね、新しく追加モンスターを作るとかなった時に、ユーザーとしてはね、おそらく本編のモンスターとかよりもかなり強力なね、強いモンスターを期待している。
という場合が多いと思うので、作り手側としてもね、そういったユーザーを満足させるために手強いモンスターを実装する必要があると思います。つまりユーザーの期待を裏切らないために強くするっていうところですよね。これをちょっとしたリップサービスでね、簡単にクリアされたら悔しいじゃないですかっていう風に発言されたんじゃないかなという風に僕は勝手に思ってるんですけど、今回の実装でもね、その本来の意味の方ですよね。あくまでも迫力だったりとか、ケレン味を増すために踏み込み距離を伸ばしていくんだっていうところを忘れずにね、やっていきたいと思います。ということで調整してきました。プラス追加でですね、このダッシュ暴れという攻撃技自体をループしてね、連続使用できるようにもしてみました。これによってかなりね、ちゃんとした突進技として機能するようになってきたかなと思います。ループさせるために行った追加の実装としては、まずモーション自体を複製してですね、2つ目のモーションを作成しました。そして2つ目のループ用モーションに関しては、モーションの前半部分をカットしてあります。初段の方のキャンセルタイミングのポージングとなるべく似たポーズになるようなフレームを見つけてですね、そこからループモーション2段目の0フレームがスタートするようにですね、調整を行っております。こうすることによって理論的にはね、無限にこの技をループさせることができるようになったんですが、バトルのテンポ感とかも含めてね、この技に関しては2ループまでというルールを決めて運用していこうと思います。さらにこのダッシュ暴れループの後には、もう一つのメイン技ですね、地ならしを確定して使用するようにすることによって、この一連の暴れコードをしっかり避け切った場合は、安定してね、まとまったダメージを与えられるような行動パターンにね、していこうと思います。ではもう一つのメイン技ですね、地ならしの方も作成していきたいんですが、まず同様に攻撃判定からですね、こちらはトロルを中心としたいわゆる自己中心爆発的な攻撃なので、体に直接攻撃判定を付与するのではなく、カプセル型の攻撃判定を発生させる仕組みを利用していきます。同時に衝撃波のエフェクトもね、設定していくんですが、サイズに関してはね、めちゃくちゃデカめにしておきます。この時に注意したいのが、エフェクトの見た目よりも攻撃判定をやや小さめに作っておくというところですね。こうすることによって、理不尽になりにくいっていうのもありますし、ギリギリかわせたみたいな体験をね、生み出しやすくなるかと思います。そしてダメージレベルの方なんですが、これに関してはね、他の地ならし系の攻撃と同様の打ち上げダメージが発生するようにしてあります。このダメージモーションからもね、この攻撃が地を這う属性であるということが、類推できるようになっております。一応、チュートリアルの方でもね、地ならしはジャンプしてかわしましょう、みたいなチュートリアルがあったりするんですけど、もうこれは共通ルールとしてね、地ならし系の技は必ずこのダメージモーションを使っていきたいと思います。そして最後にモーションの速度に関してなんですが、ため時間がね、非常に短すぎるかなと思います。かなりの広範囲にダメージを与える技なので、それに見合ったようなね、前スキの長さっていうものは必要になってくると思います。エネルギーを貯めているっていうことを示すね、エフェクトなんかも一緒につけながら、ため動作部分のフレームを伸ばしていきます。というわけで、一通りの作業を完了しました。別途追加でね、足踏み攻撃だったりとか、密着してる時の殴り攻撃なんかも追加したんですけど、近接戦闘に関してはね、おおむね作る前に描いていた予想図に近い出来上がりになったかと思います。これにあとはね、遠距離砲台としての役目を追加したりとか、あと動画の冒頭でも述べていた通り、移動中にね、スーパーアーマーが発生しない問題があったりとか、あとアーマーブレイクした時の専用モーションを再生する機能なんかを追加すれば、こいつに関しては完成と言えるかなと思います。あとは攻撃のダメージ量とかそういったパラメータ設定ですね。この辺は他の敵との兼ね合いも見つつね、適切な値を調整していきたいと思います。ということで、ここから先はね、いつものように前回動画についたコメントの紹介ですね、やっていきたいと思います。まずはこちら、イベントシーンは音声なしでいいとしても、戦闘中の掛け声も全くないのはちょっと違和感。ということで、これは確かにね、多くの人が感じていることじゃないかなと思います。特に今回実装したトロルとかに関しては、うおーみたいな感じのうなり声とかつけてあげると、めちゃくちゃ合いそうな気もするので、この辺はクオリティアップの要素としてね、ゲームのリリースに最低限必要なコンテンツがね、全部揃ってきたら、ちょっとこのあたりも手つけていきたいなと考えてます。で、これとは別の意見でね、イベントシーン自体も、Twitter とかでね、声優さん募集して入れた方がいいんじゃないかっていう意見もあったんですけど、やはりね、意味のある会話文っていうところを、ボイスつけるってなると、かなりね、クオリティの良し悪しがはっきりと出ちゃうところ
かなと個人的に考えているので、ちょっと今作ではまだ挑戦するべきではないかなという判断になります。このクオリティっていうのは声優さんの質云々ということではなくて、声優さんの演技をディレクションするべき僕自身の能力であったりとか、またボイスにねエフェクトをかけたりして実装していくことも多くなってくると思うので、そういった方面に現状では難があるといったところですね。ただ逆を返すとね、ちゃんとクオリティの高い会話文ボイスを実装することができれば、ゲームの質がねぐっと引き上がってくることも間違いないと思いますので、次回作以降でねちょっと挑戦していきたい要素の一つでもあります。次です。今更すぎるけどちぎりのモーションは止めてみたらめちゃくちゃダサいと思っている。剣を深く刺しすぎていてどうやっても不自然。これはあえてそうしているということで、これですね、他のコメントでも同様の指摘がありました。特に前回動画ではね、ムービーシーン中にちぎりをしている白菜の騎士がね映るシーンがあったんですけども、そちらの方でもねちょっと左手が上がっているのが不自然だとかね、あとそもそも左手のね盾の装備の仕方、持ち方がおかしいっていう別の問題もあったりするんですけど、この辺の指摘はね数件ありました。結論としてはね、この問題に関してもクオリティアップ項目として保留という形になります。一応僕自身の考えとしては、このちぎりですね、戦闘中に流れで再生される分に関してはめちゃくちゃかっこいいモーションになってるかなと個人的には思ってまして、さっきのね左手が上がりすぎてる問題とかもプレイヤーの背後からねカメラ視点から見ることによって逆にいい感じのシルエットになっててね、味出してるところだとも思ってるので、戦闘中に関しては問題なしといったところなんですが、やはり止めてみるシーンですよね。特にこのムービーシーンに関してはできればちょっと修正入れたいなという感じなんですが、そもそもモーションの修正に関してはね、うまくいくかどうかもやってみなきゃわからないという未知数な部分がありますので、時間があればやりたい項目、クオリティアップの項目として保留という形になってきます。こういった問題はね、やはり最近よく動画で言ってるんですが、作るゲームジャンルをね、僕自身の好みというか、モチベーション優先で、大きなジャンルといいますかね、開発が難しいジャンルを選びつつもですね、しっかりと完成させるということを第一の目標として、切るべきところは切っていく。もちろんこの切るべきところっていう判断を見誤ればね、ユーザーのプレイフィールを著しく下げる結果となると思いますし、今後もね、皆さんの意見を聞きながら、あまり考えを固定化させずにね、柔軟に対応していけたらなと思っております。次です。やっぱムービーで見ると貼り付けの竜視認性悪いのが顕著に現れる。後ろのでかい山みたいなのと雲、霧のせいで焦点がブレるし規模感が小さいように見えてしまうということで、こちらの問題はですね、先ほどとは対照的に皆さんの意見をね参考にしながら結構ね変化を加えていってるところの代表的な一つですね。一応一番下のコメントでね、過去に動画一つ使って意見を募ったにしてはそこの意見はほぼ無視されているように見えるというふうにちょっと言われてしまっているんですが、これに関してはですね、過去にそういった竜関連のね動画を出したことあったんですけど、その動画を出す前がこちらで、出した後にね皆さんの意見を自分の中でね消化して反映させたものが前回動画でお見せしていたものという形になってるんですが、自分的にはね結構変えて良くしたつもりではあったんですけど、残念ながらね普段動画を見ているだけでは、気づかないような、意見を無視していると感じられてしまうような変化に過ぎなかったという結果になってしまいました。で、実はですね、今週またちょっと竜に関して手を入れまして、今までねいろいろエフェクトを焚くだとか、そもそも地罰に貫かれているという構図から第一神の手でね捕まえられてるみたいな表現に変えるだとか、いろいろやってきたんですけど、一番ねビジュアル的な効果がでかかったのはやはり竜自身のサイズをでかくする、これが最も効果的だったかなと現状を感じてます。ということで今回ですね、もう一回り二回りぐらいちょっと竜のサイズアップしまして、こんな感じに変更を加えてます。ということでね、だいぶ変化自体はわかるぐらいにはなったかと思うんですが、これに関してもねまたコメント欄で意見いただけたらなというふうに思ってます。あと霧に関してなんですけど、これはですね個人的にはあった方がちょっとかっこいいなっていうふうに思ってるので、今回も霧はありでやらせてもらってます。ぶっちゃけねサイズちょっとこれでかくしすぎてるっていうのは実際あって、サードステージでねこの韓流の貼り付けのところまで行くことになるんですけど、その際はねちょっとサードステージでは竜のサイズをかなりちっちゃくして出すことになると思います。
ですが、まあその辺でね、ちょっとした嘘をついたとしても、まあやはりムービーだったりとか円形から見える時のインパクトっていうのはそれにも増して重要だと思いますので、一旦ね、今のところはこのようなサイズ感となっております。次です。個人制作のインディーとはいえ3ステージは少ないな。1つのステージを短くして数を多くっていうのは難しいんですかね。1ステージを2つに分割して、全3面を全6面とかにした方がトータルのプレイ時間は変わらなくても満足度が全然違ってくるんじゃないかということで、これに関しては確かにね、人間の心理的にそういう側面はあると思うので、めちゃくちゃ効果的な方法だと思います。で、実はですね、現状もうすでにそういう風な方式になっておりまして、あくまでもね、そのロードによる移動を挟むエリア分割っていうのが3ステージということであって、1つのステージ自体はね、割と結構広い方だと思うんですよね。例えばファーストステージ見てみると、チュートリアルエリアだけでもね、ボスが2人います。過去動画にも登場してるんですけど、境界ボスと山頂ボスですね。山頂ボスを倒しますと、韓流の貼り付けを望みながらですね、下に下っていきまして、ここからさらにファーストステージ後半戦スタートという感じですね。後半の方にも最低ボス2体は置こうと思ってるので、結構ね、割とその山頂を境に景色とかも一変しますし、言葉的にはね、1ステージ、1ステージ分というくくりにはなってしまうんですけど、実質のところ2ステージ分ぐらいのね、この方がおっしゃってるような作りにしていけてるんじゃないかなと思っております。では次がラストですね。こちら、割と昔から見てるけど、あの当時はステラーブレイドや黒神話みたいなゲームはなかった。月日が経ってこのようなゲームが出てきて、比較対象が増えるのもゲームを作る上で難しいところなのかな。ぼんやりしててすみませんということで。懐かしいっすね。確かにね、おっしゃる通り、このチャンネルが始動した当初はね、ソウルライク自体はすでに有名だったんですけど、今ほどは流行ってなかったっすよね。今、本当にすごいっすもんね。中国のゲーム会社とかは、もう軒並みソウルライク作ってて、それこそステラーブレイド、黒神話悟空。で、もうすぐ発売されるね、ファントムブレイドゼロとか、火山、ウェアウィンドミーツとかね、大きなジャンルとしてくくったら全部ね、同ジャンルっていう感じになってくると思うんで、うちの千葉もね、そういった意味では強いライバルがたくさんいるってことなんでね、厳しい立場であるということは、確かにその通りだと思うんですけど、僕のこのメインクエストがですね、もし成功した場合ですね、最終的に出来上がる世界一面白いアクション RPG っていうものは、シングルプレイの部分はね、エルデンリングのような素晴らしいアクション RPG でありつつ、大型ボスとの戦闘はね、モンハンとしのぎを削るレベルのものを実装しながら、さらにね、エンドコンテンツとして、格ゲーレベル、e スポーツの大会が開かれるようなレベルの対人コンテンツがついてくるということで、贅沢すぎるだろうっていう感じではあるんですが、もしこのゲームがね、完成した場合、やっぱり一番光る部分っていうのは、プレイヤーがシングルプレイ部分を楽しんでね、攻略しながら作ったオリジナルのビルド、装備とかで、e スポーツレベルの対人コンテンツ、ランクマッチにアクセスしていけるっていうところにあると思うんですよね。もちろんシングルプレイの部分は買い切りで、対戦プレイの部分は無料開放。シングルプレイの部分を購入していない方たちは、固定の NPC キャラたちを使ってね、対戦モードにアクセスできるということで、バランス調整がね、クソほど難しいことになるのは目に見えてるんですが、こういったゲームは今のところ現状ね、まだ存在してないかなと思います。というか、そもそも三人称視点でね、剣や魔法でキビキビアクションしていける対人ゲームを格ゲーレベルのクオリティでね、作り上げてるっていうのもあまり見ないですよね。一応、フォーナーがその位置に最も近いゲームかなと、個人的には考えてるんですけど、だからもしこんなゲーム作るとしたら UBI は結構有力な候補の一つですよね。ちょっと今いろんな問題で炎上しちゃったりしてますけど、朝繰りの戦闘システムとかもね、最近はかなり面白いものになってきてるので、それらとフォーナーをね、うまいこと合体させたら、かなりね、僕好みのゲームになりそうな予感はするんですが、それをね、僕自身の手で作り上げていきたいというところがやっぱミソになってきますかね。ということでね、ライバル自体は多くなってきてるとは思うんですが、結局ね、鼻から作りたいものっていうのはもう決まってますので、そんな作品たちもね、ぜひ参考にさせてもらいながらですね、成長していって、いつかね、この偉大なるメインクエスト攻略してみせます。それでは今回この辺で終わりたいと思います。また来週もよろしくお願いします。